皆さんこんにちは、ランダムです。僕は今ね、博多港に来てて、今日のね、この時間からフェリーに乗って市来島、そして対馬の方に行こうというふうに考えたんですけども、チケットを買いに寄ったら、今日のフェリーのチケットも売り切れで予約してない人乗れませんというふうになってたんですよね。ですんでね、今日急遽出発できないことになってしまって困ったんですけども、壱岐島に行くのにはね、博多港とは別に佐賀県の唐津港からも出てて、ここからだったらね、10時20分からのフェリーがあるんですよね。で、現在の時刻は8時50分で、1時間でね、唐津まで行けるとのことなんで、現在ね、博多港ではあるんですけども、今から佐賀県のね、唐津港の方に向かって移動したいと思います。行きましょう。よし。料金は630円です。はい、ここからがね、佐賀県の唐津市です。はい、虹の松原をね、通過してます。ここは相変わらず松の本数が多いんですけども、全部で何本あるんでしょうね。お城、佐賀城ですかね。どうかな。はい、フェリー乗り場にね、到着です。はい、到着です。ということでね、唐津港の方に到着しました。で、現在の時刻はね、9時57分です。出港までね、20分あるので間に合いました。ということでね、チケットちょっと買えるかどうかわからないんで、買いにね、行ってみたいと思います。行きましょう。行きましょう。唐津フェリーターミナル、こちらです。こういうのをちょっと書かないといけないみたいです。書きましょう。おはようございます。お願いします。はい、ありがとうございます。OK です。チケットね、取れました。よし、やりました。はい、ということでね、チケット無事購入できました。よかったです。僕知らなかったんですけども、フェリーって基本的に予約をしてないと乗れないらしいんですよね。で、こちらのね、唐津港の方に来ても乗れない可能性はあったんですけども、今日の便は空いてたんで、今ギリギリ乗れたという格好で、しかもね、壱岐島から対馬に行く便も今回ね、予約させていただきました。ですので、料金こんな感じですね。こちらがね、壱岐島までが160円と、で、あとね、壱岐島から対馬までがね、12500円でした。で、もうね、乗ってくださいという指示が出たんで、乗りましょう。めちゃくちゃバタバタです。よし、ちょっとね、上上がりましょう。おお、もう閉まりました。わあ、いろいろ展開が早い。よし、いやー、オッケー間に合いました。ということでね、バタバタでしたけども、壱岐島行きのね、フェリーに乗ることができました。はい、ということでね、10時20分出港です。さよなら佐賀県、さよなら唐津港。はい、ということでね、無事壱岐島に向かってね、フェリーは出発して乗り込むことができたんですけども、こちらのフェリーは博多から壱岐島に行くよりも20分早く12時5分に到着することができるんですよね。ですんで、早く着くんだね、ラッキーっていうふうに思うかもしれませんけども、壱岐島にはね、3つの場所にフェリーが到着するようになってるんですけども、実はですね、このフェリーは予備として考えた便で、到着してからね、どういう風に回るかを全く考えてなかった便ではあるんですよね。ですので、今からね、ちょっと船内の方にこもって、到着までの1時間45分の間にね、どういう風に回ったらいいのかっていうのをちょっと考えてみたいと思います。はい。でもね、とりあえず乗れてよかったです。ちなみにね、あらかじめこんな感じで壱岐島行きのルートを考えたんですけども、今乗ってるフェリーが着くのが交通事故で、この辺りに着くんでね、ちょっとどういう風にね、回ろうか頑張ってね、見てみたいと思います。はい、目の前がね、壱岐島です。
おー、あとね10分ぐらいで到着です。すごい岩場があります。おー、いやー、寒くもなく暑くもなくてね、気候がめちゃめちゃ良くて気持ちがいいです。で、海もねめちゃくちゃ透明です。これは期待大ですね。はい、いよいよね沖ノ島に到着です。すごー、栄えてる。そんなやつはいけないのかな。ごめんなさい、めちゃめちゃ率直な感想です。で車の方に戻るように今指示があったんで、車の方にね降りて車内でね待機したいと思います。よし、到着ですね。よし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 。はい、ということでね壱岐島に到着です。オッケー。よし、でね、ちょっとこちらの方でねまずはちょっと止めさせてもらいます。よいしょ。はい、ということでね7万円の経営で人生初のね壱岐島に到着しました。で、フェリーにね乗ってこちらにまでやってきたんですけども、ちょっとね反射が厳しいんで車乗らせてください。ということでね、早速壱岐島の方をね観光しようというふうに思うんですけども、実はですね時間的な都合上壱岐島に入れるのは24時間で、明日の12時35分には郷ノ浦からのフェリーに乗って対馬に渡らないといけないんですよね。ですんでこの島で遊べるのは現時点でもうあと24時間しかないっていう状況ではあるんですけども、壱岐の島にはねこんな感じでたくさん見どころがあるのに全部回れそうにないんですよね。ですんでね、どういう風に回ろうかなという風に考えたんですけども、実はね壱岐の島にはいろんな美味しいものがたくさんあるんで、今回はね壱岐の島の美味しいものをね探して集めて巡って食べるっていうね、いつもとは違ったねちょっと贅沢な旅の方をしてみたいなという風に思います。ですんでね、ランタイム貧乏旅したのかっていう風に思われるかもしれませんけども、こちらのね壱岐の島、僕多分来るの一生に一度だと思うんで、もうそこでね貧乏旅行をして後悔したくないんでね、今回はちょっとだけね贅沢な旅させてやってください。お願いします。ちなみにね沖ノ島で美味しいものといえば肉とお酒とお菓子とウニっていう風な感じでね美味しい食べ物がたくさんあるんで、全部はね手に入らないと思うんですけども、何点かをねぐるっと回ってみたいなという風に思います。はい、よし、ということでねもう早速移動しようと思うんですけども、もう12時回っててからお腹空いてきたんですよね。ですんでまずはねこの近くにあるマリンパル壱岐さんっていうところに行ってね、食べ物の方をねゲットしに行ってみたいなという風に思います。ということでね行きましょう。よーし、行きましょう。はい、到着です。こっち止めさせてもらおうかな。はい、到着です。はい、ということで、こちらはね港の駅マリンパル壱岐さんですね。簡単に言ったらね道の駅的な、場所です。ちなみにねフェリー乗り場からは歩いてこれるような場所です。ということで、ね、お腹も空いてるんでちょっとつまめるものがないかね見に行ってみたいと思います。よいしょ。おー、地元産のお野菜がねたくさん売られてます。へえ。これねニラね長崎県産って書いてあるんですけども、ちゃんとね壱岐産です。僕ね今回ねケチケチするつもりはないんで、いいものがねあったらちょっとしっかりね買わせてもらおうと思います。鮮魚も売られてますね。これねすごいのがね、これ全部壱岐産って書いてあります。壱岐で取れてる分です。へえ。お魚も美味しそう。すごいな。ブリもね何もかも壱岐産です。全部。しかもね1パック400円とかです。めちゃめちゃ安い。お惣菜もめちゃめちゃ売られてます。どれも美味しそう。壱岐限定のお土産どうしようかな。帰る時にもう買っときましょうかね。お土産は24時間しかね時間がないんで、こちらにはねお酒すごくたくさん売られてますね。というのもね壱岐の島っていうのは実はですね麦焼酎発祥の地なんですよね。だからこのちっちゃい島の中に酒蔵がね7つもあるっていうすごく珍しい場所ではあるんですよね。ですんでねここに並んでるのは壱岐の麦焼酎がほとんどのはずです。すごいなでもちょっとお酒はねちょっと考えてることがあるんで、こちらはね後にさせてもらいましょう。すごい素晴らしいですね。めちゃめちゃセンスのいいタオル売られてますよ。これはいいな。かなり粋なシャツも売られてますね。
でお弁当にね戻ってきたんですけども、すごくねどれも美味しそうなんですよね。これいいですね。おにぎりがねツヤツヤしててめちゃくちゃ美味しそうです。とりあえずねこれをまずはキープと、だからニラがね美味しそうなんでニラ、これもねすごく美味しそうなんですよね。豆腐煮つけとかっていうのがあって、これとお魚とかも欲しいんですけども、今回いるのが1泊2日なんでどうしてもねちょっと量が多くて食べきれないと思うんで、お魚ね今回ちょっと我慢させてもらいましょう。であとね壱岐島は塩を作ってるところなんで、こうね塩クッキーをねちょっと購入させてもらいましょう。お土産です。行きましょう。はい、お願いします。よし、しっかりね買いました。 OK です。よっしゃ。ということでね、お土産と、ご飯ゲットできたんですけども、ちょっとね考えてる場所があるんで、そちらの方に移動してからねいただきたいと思います。行きましょう。息だけに。よし、行きましょう。よいしょ。すごいなぁ、のどか。よし、でこちらですね。よいしょ。だんだん狭くなってきますね。おお、高さ制限ね 2.5 メートル。よーし、はい到着です。オッケー。ああ、トイレもあるんだ。すごい。はい、ということで到着です。はい、やってきました。こちらはね大浜海水浴場っていうところで、日本きれいな海100選でいいのかなに選ばれてるところなんですけども、ゴミが漂着しない海らしいんですよね。だからねめちゃめちゃ綺麗なんですけども、うわわー綺麗。砂浜が白くてねゴミがないんでめちゃくちゃ綺麗です。ちょっとねお弁当片手に散策してみましょう。塩の匂いもねすごくいい匂い。うわーすごっ。ああ、橋だ。川ですかね。本当にねゴミがないです。すっごい綺麗。沖縄海ぐらい海綺麗です。わあね、こんだけ綺麗な砂浜なのに今僕しかいません。貸し切り状態です。階段があります。おお、これはすごいな。うわあ、すごい貸してもらおうかな。おお、すごい。うわあ、めちゃめちゃ綺麗。ちなみにね500メーターぐらい歩いてきました。よし、いい景色なんでね、どっかその辺腰掛けてご飯いただきましょう。よし、おにぎり弁当350円いただきます。おお、美味しそう。まずはおにぎりからですね。よっしゃ。うん、美味しい。具材もどれも美味しそう。うん、ピリ辛。これはいいな。お弁当にして正解でした。お豆腐の煮付け、果たしてお味は。うん、美味しい。これねお豆腐がめちゃくちゃジューシーです。すごいな。うん、厚揚げをね醤油と砂糖で煮込んだものらしいんですけども、すごくよく煮えてます。で僕実はねたらこが残ってたんで、たらこちょっと持ってきました。これをねおにぎりにね合体させてからたらこまぶしおにぎりにねしようと思います。贅沢すぎるです。美味しい。はい、ということでね全部食べて完食です。ごちそうさまでした。めちゃめちゃ美味しかったです。最高の景色を見ながらね最高のご飯、本当に美味しかったです。よし、お腹も膨れたので車に戻ろうと思うんですけども、この場所離れたくないんですけどもね、仕方ないです。戻ります。せっかくなんでね帰りは砂浜ちょっと歩いて帰りましょう。白い部分はねふかふかですけども、こういった部分はね結構硬くて歩きやすいです。うわー、
綺麗すぎでしょ。よいしょ。よし、ということでね、車の方に戻ってきたんですけども、現在の時刻はね、もう2時半ぐらいなんですよね。ですんでね、ちょっといろいろとまた急がないといけないんですけども、実はなんですけども、壱岐島は弥生時代にね、栄えた島で、この近くにね、大きな遺跡がちょっと1個ありますんで、あんまり時間はないんですけども、ちょっとね、そちらの方、覗きにね、行ってみたいと思います。はい、行きましょう。よし。よし、この先のようなんですけども、見えてきました。おー、こちらなんですけどもね、駐車場が中にはないみたいですね。こっちでいいのかな。多分ね、あの辺止めろっていう話だと思うんで、ちょっと行ってみたいと思います。これはよしよし、ちょっとね、行ってみましょう。3時半ぐらいまでは滞在可能なんで、時間はかけられてますけども、じっくりね、見させていただきたいと思います。こちらはね、原の辻遺跡さんです。わあ、ここもね、吉野ヶ里遺跡みたいに、かなり広い遺跡です。はい、家がありました。弥生時代はね、竪穴式住居なんで、半地下みたいなね、感じの家が主ですね。で、いた、頭打った。で、中はすごいしっかり再現されてますね、これ。へえ。ちなみにね、外すごい暑いのにから中すごい涼しいです。快適。壱岐島は韓国とのね、国交があった場所で、青銅とか漢字とか、なんかそんなものが、この壱岐島とか対馬を通じて日本に入ってきたっていうことらしいんで、ここにね、ある遺跡は、今の日本のね、礎となった文化のある遺跡っていう風にね、なってるみたいです。ちなみに入場料無料です。これもまたでっかい竪穴式住居ですね。YouTube なんかでね、こういった分作ったら面白いかもしれませんね。サバイバル系の YouTuber さんだからね、逆にこういった場所でサバイバル系 YouTuber がやっても面白いかもしれん。で、高床式倉庫ですね。ネズミとかがね、入ってこないようにしたやつです。おお、すごいな、ここ中見れますね。おお、はい、主祭殿。ここでね、お祭りとかをしたみたいですね。で、ちなみにね、もったいないのがね、こちらの遺跡はどれもこれもちょっと朽ちかけてますね。せっかくいいのができてるのにから。お、櫓がありますね。登れるかな。はい、ここなんですけども、残念、登れませんね。行ってみたかった。ということでね、原の辻遺跡観光させてもらいました。めちゃめちゃ広くて歩き応えもあって見応えあって楽しかったです。よし、ということでね、しっかり観光もできたんで、次の場所に移動しようと思うんですけども、壱岐の島はさっきも言ったようにお酒とお肉とお菓子が有名なんですよね。で、今回の滞在でこの3つを揃えたいなというふうに思うんですけども、とりあえずね、お肉に関してはよくわからない点があるんですけども、お酒はね、この近くで酒蔵がありますんで、麦焼酎のねことをちょっと勉強しにね行ってみたいと思います。はい、ということでね、行きましょう。ちなみにね、そこ4時半に閉まるんで早く行かないとやばいです。じゃあね、行きましょう。こちらですね。こちらですね。OK。はい、到着です。OK。はい、ということで、到着です。こちらはね、壱の倉酒造さんですね。こちらはね、麦焼酎を作られている工場さんで、工場見学とお買い物がね、できるとのことです。でもどこに行けばいいんだろう。ここから入場できません。あれ、違うんだ。こちらですね。ごめんなさい、すみません。はい、今ちょっとね、撮影許可いただきました。よかったです。で、これすごいのがね、試飲ができるみたいなんですけども、これは全部こちらで作られてるんです。すごい種類がある。でもね、今日は飲んだらね、運転があるんで、今は飲めないんですけども、どれも美味しそう。ちなみにね、沖ノ島での麦焼酎作りっていうのは500年ぐらいのね、歴史があるそうです。すごいですね。こちらはね、いきっこっていうのが代表銘柄でから売られてるみたいです。これですね、いきっこ。グラスなんかもらえてます。
このね、ちっちゃいミニグラス120円で、こっちのね、大きいロックグラスもね200円です。これ安い。僕ね、ちょっとこういったね、ロックグラス1個欲しかったんで、これね、いただきましょう。で、あとね、どのお酒にしようかな。こちらにさせてもらいましょうかね。いきっこ、卑弥呼をモチーフにされてるってことです。よしよしよし。OK です。じゃあこちらもね、これにさせてもらいましょう。はい、お願いします。はい。ありがとうございます。すいません。いいのが手に入りました。やりました。で、グラスもね、いいのが手に入りました。めちゃくちゃ安かったです。よし。はい、ということで、ちょっとね、工場見学の方はね、カメラはね、ちょっと NG っぽかったんで、させてもらわなかったんですけども、お酒とグラスがね、手に入ったんで、もう大満足です。ちなみにね、壱岐島の方には、7つ酒蔵があって、それぞれね、いろんな自社で作った焼酎を売られてるんですけども、全部回るのも大変なんでね、今回回るのは1社だけにね、させてもらいたいと思います。残りの6社さん、ごめんなさい。で、またね、そろそろ移動しようと思うんですけども、もういい時間なんで、今夜の晩ご飯の食材の準備をしとかないといけないんですよね。で、壱岐島には、壱岐牛っていう、それは大層美味しい牛肉があるんですけども、ちょっとね、売られてる場所がね、いまいちよくわからないんですけども、この近くにね、島の駅一番館というところがあって、そちらでね、お肉売ってそうな気配があるんで、あったらね、ぜひ欲しいんで、ちょっとね、こちらの島の駅一番館さんの方にね、行ってみたいと思います。ちなみにね、ここから4分ぐらいです。はい。ということでね、行きましょう。よし。この辺なんですけども、ここですね。こちらですね。はい、到着です。一番館さんですね。よし。よし、ということで、一番館さんですね。こちらではね、壱岐牛と書かれてるんで、売られてるんじゃないかと思うんですけども、とりあえずね、スーパーさんは基本的に店内撮影 NG なんで、内部はね、撮影せずに行ってきたいと思います。行ってきます。はい、ですね、今店内の方ちょっと見てきました。そしたらね、お肉はあったんですけども、中で売られてるお肉って、壱岐牛で有名な梅島さんで使われてるお肉を売られたんですよね。で、梅島さんってね、ここからね、6分ぐらいの距離の場所にあるお肉屋さんなんで、もうせっかくなんでね、そっちの方にちょっとね、移動して、お肉、買いにね、行ってみたいというふうに思います。よし。この辺なんですけども、今営業時間外なので閉まってるのかな。こちらですかね。はいはい、ということでね、肉の梅島さんの方にね、到着です。で、今ね、隣接されてるお食事処は営業時間外なんですけども、お肉屋さんは開いてるのかな。開いてたらね、売ってほしいんですけども、どうでしょうか。ちょっとね、覗いてみましょう。よいしょ。あ、すいません。お肉買えますか。はい、いいですよ。あ、よかった。おすすめってありますか。そうです、悪いです。わあ、すごいお肉が出てきたな。お肉今いろいろ選ばせてもらってるんですけども、これがいいですね。これがね、1枚のお肉でから、すごく美味しそうなんでね、これを1枚いただきましょわかりました。う。お願いします。すいません、どうも。はい、どうもすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。やりました。すごくいいお肉手に入りました。やったー。これですからね、本当にすごいです。壱岐牛のこういったお肉です。すごい。これもう見るだけでも100円ぐらいしますよ。うわー。よしよしよし。ということでね、僕のチャンネル史上すごくいいお肉が手に入ったんで、これをね、ちょっともうしまわしてもらおうと思うんですけども、よいしょ。現在の時刻はね、4時10分なんですけども、もう観光はこの辺にして、今夜のね、車中泊スポットの方に移動していきたいなというふうに思ってるんですよね。で、沖ノ島には4つのキャンプ場があって、うち2つが有料で2つが無料なんですけども、せっかくならね、西の方で夕日が沈むのを見ながらキャンプがしたいなというふうに思ったんで、こちらの壱岐出会いの村キャンプ場さんの方にね、ちょっと今電話をかけてみましたら、どうやらこちらはね、コロナの療養地になっているとのことで、今はキャンプさせてもらえないらしいんですよね。で、それならということでね、さっき行かせてもらった砂浜の近くにあるキャンプ場さんはと思ったら、こちらはね、有料なんですけども、今日お休みなんで、勝手にキャンプしたら怒られそうな雰囲気はあるんですよね。ですんで、
今日はね、もうこちらの方のキャンプ場さんを利用させてもらうと思うんですけども、まだ時間があるんでね、西の方を目指していって、とりあえず、まずはね、こちらですね、湯の本温泉さんというところがあるんで、こちらで、お風呂に入らせていただいて、それからね、ちょっと夕日が沈むのを見て、で、今度はね、まずちょっとこっちまで戻ってきてから、こちらのキャンプ場さんの方で、一泊ね、車中泊させてもらいたいなというふうに思います。ということでね、早速ね、お風呂に向かっていきたいと思います。出発です。よーし、いいのが手に入りました。梅島さん、ありがとうございます。はい、ちょっとね、今気になってからね、今日の宿泊予定地の方に先に回ってきたんですけども、どうだろう、いけるんかな、これ。だいぶ背が低いですね。大きい車が入ってくるのはこうなんですね。わー、景色いいな。おー、あとね、すごい急坂です。よいしょ。なるほど。だいぶ傾いてますね、道路が、地面が。よし。あれ、朝日が見えるかなと思ったら、ちょっと景色的に厳しいものがありますね。あ、すごい、水も出るや。水道も使えて、かまどもあってね、いい場所ではあるんですけども、日の出がね、ちょっと見えそうになるのが辛いですね。ちょっとね、場所考えましょう。よし、ちょっと決めました。車中泊する場所は、お昼ご飯にね、お弁当をいただいた、こちらの、大浜海水浴場の方にね、させていただこうと思います。ですんでね、本当はね、こう、ぐるーっとこういう風に回る予定だったんですけども、もうね、今回は、ちょっとルートね、ぐちゃぐちゃになりますけども、もう仕方がないですね。ということでね、宿泊場所はこちらの方にさせてもらうと思うんですけども、まだ時間があるんで、夕日をね、見に行きたいと思います。はい。で、夕日は、こちらですね、鬼の足跡っていうね、観光地があるんで、現在地からね、27分かかるんですけども、今からね、もうこちらの方、行ってみたいと思います。はい。行きましょう。あと300メートルほど。よし、到着ですね。駐車場がここですね。よし、到着です。ということで、向こうがね、鬼の足跡っていう観光地ではあるんですけども、日が沈むまでまだちょっと時間があるんで、あったかい飲み物をね、作って持っていきたいと思います。コーヒー入れます。よし、これで OK。 よし、行きましょう。こちらはね、壱岐島の観光スポットで、観光できる場所がね、3カ所あるっていう珍しいところで、ここにね、鬼の足跡とカエル岩と微笑むゴリラ岩っていうのがあって、と思ったらね、あれですね、本当に微笑んでますね。ちょっとね、日が沈む前にゴリラ岩だけ見ときましょうかね。どっから見るのがいいんだろう。ゴリラ岩、このアングルですね。めちゃめちゃ笑ってますね、これ。本当に笑うゴリラです、これは。自然の生み出した奇跡ですね、これは。ちなみにね、めちゃめちゃでかいです、これ。高さが10メートルぐらいあるんで、本物のキングコングのね、顔ぐらいの大きさあります。でっか。これはいい。よし。でね、こっちがね、鬼の足跡っていう場所ですね。ここだけね、ドーンとへっこんでるやつです。すご。で、あの上をね、歩いていけるみたいです。おー。あー、いいな、こりゃ。おー。あとね、10分ぐらいですかね、日の出まで。それまでね、コーヒー飲んでちょっとゆっくりしておきたいと思います。よし、沈みました。いい日の入りでした。よし。そしたら今度はね、反対側に月が出ました。すごいな。今日はね、天気がいいから月を見ながらね、車中泊できそうですね。ちなみにね、こちらが3つ目の、観光スポットのカエル岩ということです。これも可愛いですね。よし、ということでね、いいもの見れたんで車に戻りましょう。よっしゃ。よし、ということでね、そろそろ次の場所に移動しようと思うんですけども、お風呂に関してなんですけども、なんかね、めんどくさくなっちゃったんでごめんなさい。今日はね、もう入らないことにします。ちなみにね、朝一番にシャワー浴びてきてます。
ですんでね、ほぼ新品です、僕は。ですね、もう早速こちらの海水浴場の方にね、移動しようと思うんですけども、途中でね、スーパーさんあると思うんで、水とか飲み物とか、そこら辺のものをね、購入させてもらいたいなというふうに思います。はい。ということで、とりあえず、東のね、朝日の見える海岸の方に向かって移動したいと思います。行きましょう。よし。よし。はい。はい。ということでね、ちょうどね、中間地点ぐらいにあるスーパーバリュー一山さんにね、到着したんで、ちょっとね、島の食材を購入していきたいと思います。行ってきます。よし。はい、いい買い物できました。もう別世界ですね。見たことないようなね、ものがたくさん売られててから、めちゃめちゃお買い物楽しかったです。だからね、ちょっといろいろ買いました。じゃあね、行きましょう。よし、到着。はい、ということで、ね、大浜海水浴場の方に到着です。街灯も何もない場所なんで、誰もいなくて貸し切り状態です。ちなみにね、お手洗いはある場所です。はい、ということでね、ちょっと車内でゆっくりする前に水平チェックしておこうと思うんですけども、左右方向はしっかり上がれ、前後方向もですね、なるほど、向こう側に2段で、こっち側に1段かな。せーの。はい、左右バッチリ。前後もまあよしですね、これぐらいだったら。OK。ということでね、水平も出たんで、もうね、車内にこもってゆっくりさせてもらいたいと思います。よし。ということでね、もう早速晩ご飯にしようと思うんですけども、今日買ってきたのはこちらですね。壱岐牛のでっかいステーキ肉です。厚さはね、そこまで厚くないんですけども、大きさはね、もうピカイチです。僕はね、これぐらいの肉の方が大好きなんで、すごくいいのが買えてね、もう大満足です。ちなみに、2650円というね、僕のね、車中泊史上1位のね、極上肉です。めちゃめちゃ美味しそうですね。で、今夜はね、こちらをもう一番美味しい食べ方のステーキにしてね、いただこうと思うんですけども、お肉にはね、味付けが必要ですよね。ということで、現地のね、お塩の詰め合わせセットを買ってきました。この分ね、大きい分ばっかりだったのでどうしようかなと思ったら、この少量パックの分がね、3個セットで、500円で売られてたんで、こちらをね、買ってきました。いいのが買えました。ちなみにね、この辺のお塩っていうのは、ミネラルが豊富なんで、ただの塩とは違って甘みがあって美味しいです。で、このお肉はね、今ちょっと外に出してから少し室温に戻したんで、もうね、早速焼いていきたいと思います。で、牛脂がないんでね、もうオリーブオイルで焼きます。お塩が3種類あるんですけども、今回はね、ノーマルの壱岐の塩を使います。うわー。すごい塩で、ブラックペッパー OK 焼いていきましょう。まずはでっかよっと、塩コショウ振った方を押したフライパンに入りきらない、でかい。めちゃめちゃいい匂いしてる。よし、でこの間にこっち側、反対側にもね、塩で胡椒。うわー、これは火の通りが早いな。あ、もういいですね、これ。ひっくり返しましょう。いけるかな。よっと。あっち。ちょっとね、油が多くて、ステーキが上がっちゃってるんで、多すぎる油をちょっと取ります。よし、もういいですね、これ。OK にしましょう。ちょっとね、ホイルで休ませましょう。よいしょ。はい。こうですね。よし、休ませてる間にステーキソース作りましょう。酒2杯に醤油1杯とニンニク少々にバターこのぐらい。よいしょ。あ、馴染みました。 OK ですね。でこのねタレは一旦こっち取っときます。よいしょ。軽く掃除して、付け合わせにね、野菜買ってきたんで、これを使いましょう。これはね、さっきのスーパーさんのオリジナルのね、野菜炒めセットです。色とりどり。こういうの嬉しいですね。よいしょ。半分ぐらいにしようかな。と、壱岐島産のニラ、
ニラもね半分だけ使いましょう。わあ、いい匂い。ニラの匂いが止まりませんね。これは味付けはね、さっきのソースを使います。 OK。 よっしゃ、いいでしょう。 OK。 ということでね、ちょっと料理ができたんでこんな感じにして、はい、お肉をね戻したら完成です。よっしゃ、美味しそうなのできました。ということでね、早速もういただきたいと思います。いただきます。まずはね、ソースなしの状態でいきましょう。果たしてお味は。おー、めちゃくちゃ美味しいです。なんじゃこりゃ。すごく柔らかくて美味しいお肉です。これは肉ね、間違いなく壱岐島産です。僕はね DNA で分かります。美味しい。でもね、ちょっと切った方が食べやすいんでちょっと切ります。よし、じゃあ次はねソースにつけて食べてみましょう。さて、おお、これもまた美味しい。バターに合いますね。半分マーガリンだったかもしれませんけども、ソースも美味しいです。おお、で、ちなみにお野菜はお野菜にねこのソースが特に合いますね。めちゃめちゃ美味しいです。よし、ということでね、壱岐のお酒とくれば壱岐のお酒なんで壱岐っ子いただきましょう。よいしょ。おー、卑弥呼で、これをいただくには卑弥呼グラス。僕ねこういうの持ってなかったんで、これちょっとめちゃくちゃ嬉しいです。壱岐島って書いてあるのが壱岐でいいですね。ということでね、壱岐っ子いただこうと思うんですけども、やっぱり焼酎にはね氷がいるんで氷も買ってきました。これをおー、すごい美味しそう。よーし、いただきましょう。果たしてお味は。うまーい。めちゃめちゃ美味しいです。うわー、飲みやすい。これいいですね。すごく気に入ったなこれ。お酒はねもう全く癖がなくってね、すごくまろやかで飲みやすいです。あー、美味しい。そのお肉もいただきましょう。うわー、焼酎に合う。たまりません。っていうかね、ちょっとこのグラス気に入りましたね。この壱岐っ子のグラス220円でしたっけ。これお土産にたくさん欲しいですね。時間があったらね、こちらまた寄らせてもらってからこのグラスちょっとたくさんね買わしてもらいたいと思います。隠岐のお肉に隠岐の塩で、隠岐の焼酎に隠岐のグラス、隠岐尽くし最高ですね。こういった旅で本当にいいですね。そう、個人的にね観光地ばっかり回るのもどうかなと思ってたんですけども、その土地のね美味しいものを集めて車中泊するっていうのもね、すごく楽しいなというふうに思いましたんで、次はね対馬ですけども、対馬もねこういった感じの旅にしたいなと思います。はい、とりあえず美味しい。はい、ということでね、しっかり食べて完食です。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかったです。で、そろそろいい時間になってきたんで、ちょっとね片付けて休める準備したいと思います。よし、片付け終了。寝る前にお手洗い行きましょう。よし、静か。よしよし、遅くなったんでね休もうと思います。とりあえずね、明日の12時半ぐらいまでは壱岐の島に滞在できるんで、思う存分ね島での観光を楽しみたいと思います。じゃあね、おやすみなさい。猿ですね。